一旦沈んで伸びてまた着地、こういう風な意識して書いておくと走ってるように見えるんですよ。私が普段書いているアニメーションで歩き走りが基本なんですけど、はい、そのご説明をいたしたいと思います、はい、お願いします。はい、歩きの基本としてはずっとカメラがその歩いてる人について、はい、映すことを、フォローというので表現するんですけど、リピート素材で永遠と歩き続けるということなんですけど、フレームは何枚ありますか？一歩で中3枚3コマ撮りだと 0.5 秒、ちょっと速い動きになっちゃうんですけどね、ゆっくりさせたいときは中3枚ではなくて中5枚とか、そうすれば24分の18コマで撮れるから、もうちょっとゆっくりした動きになれるということです。頭の高さなんですけど、高さも変わるんですか？この原画の位置が一番低いと考えると、この一番高いところができるわけですよ。だから歩く時の表現としては結構こう表現するじゃないですか。それにつながるものがありますよね。足はフォローしてるんで、左足は普通に送っていけばいいんですけど、ここで肝となるのが1、2、3枚ある中のこの2枚目が肝なんですよね。この右足は一番高いところまで来るとこうなるんですけど、この2枚目がちょっと変則的な動きに見えるんですよ。後ろの方に行ってこう来るんですけど、それぞれここだけを見るとなんか不自然な動きに見えちゃうと思うんですけど、実際動きに合わせると、ここで足を合わせてみたいと思います。ここの左足が今軸足になって一歩動くんですけど、ここで地面について、でちゃんと右足はこうなってるでしょ。でこのまま一番高いところに来て後の原画につながると。でこれをパッとまとめてみると、この動きになるわけです。足の距離がとっても大事。そうですね。その時のシチュエーションによって歩幅も違ってくるし、でお次が走りですね。原画のポーズがあって、よく見かけるポーズですよね、こういうので。一旦沈んで、伸びてまた着地。これは中2枚で表現してますけど、走りの内容によっては中3枚とかそういう風に使ったりします。足の動きは今ご覧になった通りなんですけど、手の動きっていうのも結構重要で、こう来てますけど、肘に引っ張られて拳はこうついてくるようになってますから、でこっちも肘についてきて、拳がこの角度に来るようになってますけど、ここを起点で引っ張られるような動きを取ると思って書いていると、流れに乗った動きを再現できます。で伸びてる時に一番張ったポーズになって原画で落ち着くと。こっちも一番外側に行ってちょっと内側に戻ってくると。もう一番高いところに行ってちょっと落ち着くと。こんな感じなんですよね、基本は。全てが大体これの応用なんで、歩き走りは。他にもスキップとかありますけどね。頭の部分がどれくらい動いてますか？頭の軌道に関してはそうですね、鼻で説明しちゃうと、これくらい沈んで、で伸びる時はここら辺まである程度の勢いがあると。でこれは中2枚ですけど、中1枚足すとしたらだいたいこの軌道で1枚入れたりしますね。この髪の毛よくよく見るとちょっと動きに合わせて動かしてあるんで、これは沈んだところなのでちょっと持ち上がって、でここはちょっと引っ張られるような感じで原画に戻ると。リボンとかついてたらヒラヒラしてね、大変なんですよ。難しそう。原画の仕事としては当たりを入れるにしても、このポーズとこのポーズを描いて
あとは動画さんの仕事なんですよ。動画さんお願いねと。順番としてじゃあラフの段階で髪の毛を描かない方が楽だったりとか。そうですね、動きの時は本当にほらこういう風に下書きに見えてるようなマルチョンで描いちゃいますからね、腰の部分があんまり回らないですか？おへそから下はもう下半身の動きに引っ張られるんで、ここもう結構ねじっちゃってますよね。はい。ここが前が見えてるんだけど、ここはもう背中が見えちゃってるんで、はかなりの勢いで正面から見ると、体の中心線はこんな感じに、軽いジョギングとかだとね全然そんなこともなくああ、そうなんですか。はい。見えますもんね。でもこんな速く走ってる時はそうなりますか？そうですね。まあよくよく世界陸上とか見るとそんなには動いてないんですよ。ああ、アニメーションだからもっとそのジェスチャーを伝えようとして、大げさに持って書いてます。はい、わかりました。正面からカメラがあるとするとちょっとつま先見えますよね、ここだと。で沈むともうつま先見えなくなるんで、それが動きにつながるんで、こういう風な意識して書いておくと走ってるように見えるんですよ。走りに関してはこんなとこですかね。動きの途中のポーズでスピード感の絵になるし、振り抜いたところを見せるのも見てる人には伝わるし、火がオレンジとか白とか、この次がもうパッと、はいはい。この後に白コマを入れたりするんですよ。パカパカやると子供が倒れちゃうんでなるほど。